不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。今回のお話は東京在住の女性の方からいただいた体験談です。その方を中野さんとお呼びします。その中野さんには昔、祖母の姉、つまり大叔母がいましたが、これはその大叔母の夫の義理の王子から聞いた戦争中の体験談だそうです。その王子を仮に児玉さんとお呼びします。さて、1941年の世界大戦開戦後しばらくして、児玉さんは激戦地のビルマ、現在のミャンマーに出兵していました。それは厳しい環境で、戦局は日本軍にどんどん不利になっていき、毎日誰かが銃弾や怪我、病で倒れ亡くなっていくという感じでした。そんな異国の過酷な戦地のある夜のことでした。児玉さんを含む連隊の仲間の日本兵たちが蒸し暑さの中、昼間の戦闘や緊張で疲れ果てて寝ていました。そんな疲れ切った状態でしたが、空腹と疲労と寝苦しさで児玉さんはふと目が覚めてしまいました。辺りはわずかな明かりと満月の月明かりでぼんやりと見えたのですが、みんなスースーと深い寝息を立ててぐっすり寝ているようでした。するとその仲間たちが寝ているところに、突然白い着物を着た男が一人で入ってきました。児玉さんは、おや、どこから入ってきたんだと思いましたが、月明かりに妙にその白い着物が青白く浮かび上がって見えました。顔はよく見えませんでしたが、着物ですから間違いなく日本人で、児玉さんは誰だろうと不思議に思ったそうです。その男はゆっくりと寝ている兵隊たちの間をくぐり抜け、児玉さんの方に向かってきましたが、どこか違和感がありました。するとよく見ると、その白い着物の男はおでこに白い三角形の布をつけていました。それは三角巾と呼ぶ、亡くなった人の遺体の上に置かれる三角の布で、死に装束の一部でした。児玉さんは恐怖で震え上がったそうです。この男は生きている人間じゃない。そうわかると児玉さんの背筋に冷たい汗が流れていきました。そして汗をぐっしょりかきながら、見つからないようにじっと静かに寝ているふりをしていました。するとその死に装束の男は児玉さんには背を向けて、仲間の兵隊たちの中で児玉さんの向かいに寝ている一人の兵隊の前で立ち止まったそうです。そしてその兵隊をじーっと見下ろしているようでした。児玉さんは何をしているんだとぞっとしましたが、見つかったら自分のところに来ると思い、目をしっかり閉じていました。そしていつの間にか眠ってしまったようで、気がつくと朝になっていました。すると昨夜死に装束の男に見下ろされていた兵隊は冷たくなって亡くなっていたそうです。もしあの時死に装束の男が自分の方を向いていたら、自分が死んでいたのだろうと児玉さんは思いました。そしてその場の誰しもが、明日は自分がこうなると背筋が凍る思いだったのを覚えているそうです。その後、日本軍のビルマでの作戦は失敗に終わり、児玉さんなどの生き残りの兵隊はビルマから日本に帰還することになりました。そして乗船した船が敵から攻撃を受け、前後の船はすべて壊滅したのですが、
児玉さんが乗っていた船だけ幸運にも無事に帰国できたということでした。このビルマ戦では日本人の戦没者は18万人にも及んだそうです。今でもビルマだけでなくグアムやサイパン島などでも日本兵の例の目撃談は後を絶ちません。私の知人がグアム島のホテルに泊まった時です。夜中にふと目が覚めたそうです。すると暗闇の中、ベッドの足元に人が立っていました。びっくりして一瞬泥棒だと思ったのですが、よく見ると日本兵の姿をしていたそうです。恐怖で思わず足先でその日本兵を蹴ってしまったのですが、生きている人と同じような感触があり、それと同時に暗闇の中に消えていったということでした。おそらく知人に自分の魂を日本に連れて帰ってほしいとお願いに来たのかもしれません。そういった体験談を聞くにつれ、感受性の高い中野さんは今現在でも特攻隊や南洋諸島、ビルマなど激戦地で戦って命を落とした人の魂は生きていると感じるそうなのです。そして中野さんはそれを証明するようなちょっと不思議な体験もしていました。中野さんは2022年当時、不動産会社の東京八王子営業所に勤めていました。そこで中野さんは7月にお母さんと一緒に八王子にちなんだ八王子城の城主北条氏輝とその家臣のお墓参りに行ったそうです。早速中野さんとお母さんは八王子城跡から北東に650メーターほど離れたその一角にある北条氏輝のお墓をお参りしました。お参りを済ませてお墓の周りを探索すると、すぐ近くに小川のような水が流れているところがありました。中野さんが「あら、こんなところに水場がある」とふと気になり、その川を見つめていました。すると視界に入る水の流れとは別に、突然中野さんの目には特攻隊の戦隊長のビジョンが浮かび上がって見えました。あ、この人はと息をのみました。それは第二次大戦中の特攻隊の飛行第244戦隊の小林照彦戦隊長のビジョンだったのです。写真でしか見たことのない人でしたが、間違いなく小林戦隊長でした。中野さんが驚いていると、そのビジョンはほんの一瞬ですぐに消えてしまいました。それは幽霊が見えたというのではなく、プロジェクターで映し出すビジョンのような感覚でした。中野さんはもともと勘が鋭く、時々こういった奇妙なことがありましたが、八王子城主とは何も関係ない特攻隊ですから、とても不思議でした。そこですぐにお母さんに、今244戦隊の小林戦隊長のビジョンが見えたと伝えました。お母さんもこの八王子の地には関係ない人が突然見えたことを不思議に思いました。中野さんは決して戦争オタクではありませんが、実は大戦中の特攻隊には特別な思いを持っており、244戦隊や小林戦隊長のことも調べてよく知っていました。そして終戦記念日が近いこともあり、それで見えたビジョンだったのかもしれないと思ったそうです。でもあまり気に留めず、親子は高尾駅に戻りました。そして駅前にあるイートインのベーカリーでお昼のパンを買いました。レジで会計を済ませてお釣りとレシートをもらうと、中野さん親子はあらっと思いました。そのレシートにはお客様0244と刻印されていたのです。これがその時の実際のレシートです。
そして面白いのがお釣りが4420円で0244と左右対称になっていました。たったさっき244戦隊の小林戦隊長のビジョンが見えたばかりだったので、2人はこの偶然に驚きました。そして中野さんに何かを気づかせようとしていると直感的に思いました。次の日、職場の八王子営業所に戻っても、中野さんは小林戦隊長のビジョンとあの0244のレシートのことが気になって仕方がありませんでした。そこで中野さんは、これは少し深く調べてみた方がいいと思い、早速検索してみたそうです。そして意外なことを知りました。特攻隊というと敵の戦艦などに体当たりする神風特攻隊を想像すると思いますが、私も知らなかったのですが、飛行第244戦隊という特攻隊は敵の戦闘機に体当たり攻撃をするという特攻隊でした。そして当時244戦隊の小林戦隊長は東京の調布飛行場で活動していたので、確かに八王子は無関係に見えました。すると昭和20年の終戦間近、小林戦隊長は敵の戦闘機に体当たり攻撃をして奇跡的に生還を果たしていたという記述を見つけました。任務遂行後生きて終戦を迎えた数少ない特攻隊員と言えます。そしてその敵の戦闘機と衝突をした場所がなんと八王子上空で、その八王子の地で生還を果たしたということでした。中野さんはだから八王子で小林戦隊長の姿が見えたのだと納得したそうです。そしてレシートの数字が0244だったのは、戦後少し生きて亡くなった小林戦隊長からのメッセージで、現在も244戦隊の魂は存在し続けているよという意味だと分かりました。飛行第244戦隊という特攻隊はなぜかメディアにも取り上げられることが少なく、知らない人が多いですが、244戦隊は日本の本土上空にやってきた敵機に体当たりし、自らの命と引き換えに日本の人々の命を守ろうとしていたということでした。中野さんは決して戦争を美化する意図はなく、レシートの244の番号に託されたメッセージ、彼らの魂は今も存在し、日本を守り続けている。そのことだけでも皆さんに知っていてほしいと最後に語っていました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。